今回はタロットカードのワンドの9の意味をもとに独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第35話スタートです。カード名ワンドの9。カーテンの隙間から見える月は僕を嘲笑うように光っていた。僕はうつろな目をしながら真っ暗な室内で光を放つパソコンのモニターに目を移した。パソコンの中だけが僕の世界。僕の居場所はここだけだ。小学生の頃の僕は友達と楽しく日々を過ごしていた。ゲームをするよりも外で走り回る方が楽しかった。学校だって楽しかったし、そんな僕を両親は嬉しそうに見ていた。中学に入り、彼女もできた。ツインテールの髪を揺らして歩く彼女はとても可愛くて、僕はこの子こそが運命の人だと思っていた。休みの日にはクラスの仲間と彼女とみんなで公園に集まったりした。夏休みにはグループで宿題をやったりもした。中学校は小学校以上に楽しいところなんだと僕は本気で思っていた。ところがそんな思いも2年生になった時に崩れることとなった。毎年行われるクラス編成。そこで僕は仲のいい友達とバラバラになってしまった。もちろん彼女とも別のクラスだ。僕はたった一人新しいクラスで新しい仲間を作らなければならなくなった。1年の時は小学校からの友達がいた。友達同士が手を組み、友達の輪は広がっていったように思う。クラス自体も和気あいあいとしていて、授業中にふざけるやつがいたりしてもみんな笑うだけだった。ところが今度のクラスは誰かが冗談を言っても不愉快そうに罵声を浴びせるやつがいたり、そのために喧嘩になったりする。学生服のボタンを開けて生きがっているやつがいたり、我関せずのやつがいたり。そんな中でも僕は友達を作ろうと頑張った。1年の時にできたのだから、きっと2年生になった今もできるはずだと思ったんだ。けれど、そんな簡単なものじゃないってことはすぐに分かった。1週間経っても1ヶ月経っても僕はどのグループにも入ることができなかった。それどころかどうしたことかバカにされたりもする。1年の頃の友達と遊ぼうとすると、そいつらはそいつらで自分の居場所を確保するために今のクラスの友達と遊ぶからという。彼女に連絡しても同じことだった。みんな今の自分をどうしたらいいかと必死で、僕のことどころじゃないんだ。だんだんと学校に行くのが辛くなり、仮病を使って学校を休むことが増えてきた。最初に仮病を使った時は心臓が破裂しそうなほどドキドキして、母親になんて言ったらいいのかと手に汗をかいたことを覚えている。できるだけ具合が悪そうに、伏し目がちに。母親は心配して学校に体調不良だと連絡してくれた。しかし、仮病を使って学校を休んだところで何をしたらいいのかわからない。両親は共働きで昼間は僕一人だ。しんと静まり返った室内でテーブルの上に置かれた僕のお昼ご飯。僕は学校に行っても一人なら
家にいても一人であることを思い知らされた。自分の部屋に戻り、ベッドに座り込み、ぼんやりとパソコンを眺めていた。いつでも自分で調べ物ができるようにと父親が買ってくれたパソコン。しかし1年の頃は数回起動させただけで、これといって必要性を感じなかった。僕はパソコンに近づくと電源を入れた。物音一つしなかった室内にかすかなモーター音が響き、間もなく画面が明るくなった。パスワードを入力する必要もなく、僕は画面をクリックした。ネット画面を開き、何を検索しようかと考える。この寂しさを埋めてくれるものは、この画面の中にあるんだろうか。ネットサーフィンをしていると、掲示板にたどり着いた。そこではみんなが楽しそうに会話をしている。どうやらゲーム板だったようで、ゲームの面白さを語り合っているようだった。でも、僕はゲームのことはわからない。友達がゲームをやっているので、僕もやらないと話に入れないからとやった程度。そんな自分に果たしてゲームができるのか。しかし、掲示板の中の連中はゲームが楽しくて仕方がないようだ。明日が休みだと思うと、明け方までパソコンから離れることができないらしい。中には廃人だと笑っているやつもいる。ゲームをしていてなぜ廃人になるのか、僕には理解できない。だが掲示板の中には僕の知らない言葉が砂漠の砂のようにたくさんあり、その砂漠は僕を知らない世界へと誘ってくれた。僕は RPG ゲームの扉を叩いたのだ。武器をゲットして敵を倒す。仲間と一緒に行動して助け合う。初心者の僕はどんどんゲームにはまり込み、わからないことは検索しながらその面白さに浸っていった。時間さえあればゲームをする。ここでは僕はみんなに仲間として受け入れてもらえる。僕は一人じゃないんだ。僕のいた矢が敵に命中する。僕の撃った弾で相手が倒れる。僕が差し出した回復薬に仲間が助かる。すると仲間たちは喜んでくれて僕に感謝してくれる。ゲームがこんなに楽しいなんて思わなかった。こうして気がつけば僕は仮病を使うことにためらいもなくなり、ゲームがしたいために学校を休むようになっていた。そして目が覚めている間中、ずっとゲームの世界で仲間と敵を倒し続けた。中学3年生になった頃には、俺は学校に行くことをやめていた。学校なんてつまらない。学校に行っても俺を必要としてくれる人はいない。でもゲームの世界なら、俺がちょっと休むと言っただけで、助けてくれよと声がかかる。そう、俺は必要とされているんだ。両親はそんな俺をなんとか学校に行かせようと頑張った。怒ってみたり、怒鳴ってみたり、なだめてみたり。時には大喧嘩になり、俺は家中のものを投げつけ、破壊した。父親はそんな俺にビンタして、根性を叩き直すと言ったが、俺の心を変えることはできなかった。俺は自分の部屋に鍵をかけ、心にも鍵をかけた。誰も俺の部屋に入れないように、それは大好きな母親であっても例外じゃなかった。時には学校の先生が扉の前で俺の名前を呼んだこともあったが、俺は面識がない。先生という名前の大人だ。
時折両親の喧嘩する声が聞こえてきた。喧嘩の原因は俺だ。仕事ばかりで子供の面倒を見ていなかったからこうなったと母親をなじる父親の声。それに対して仕事ばかりなのはお互い様じゃないかという母親。俺はヘッドホンをつけると音量を最大にして両親の怒鳴り声をかき消した。ところてん式に押し出される中学を俺は卒業した。クラスの連中は高校に進学しただろう。だが高校なんて何の意味がある。高校に行ってやりたくもない勉強をして人間関係に悩んで苦しんで、そんなことに時間を使うくらいなら俺はゲームの世界で生きていたかった。毎日周りの人間が起きる時間に寝て、夕方になって用意されていたご飯を食べる。そこからパソコンを起動させ、すぐにゲームの世界へと飛ぶ。寝る前までここの地点にいたから、今日はあそこを征服しようと考える。もうそろそろ仲間が集まる頃だ。そう考えていたとき、徐々に仲間が集まりだし、今日もよろしく、おはよう、よく寝たわ、とコメントが飛んでくる。そのコメントに返事をして仲間との会話が始まる。あれ、アドミスが来てないちゃう？一人がそう言った。アドミスとは仲間の一人だ。毎日俺よりも早い時間にゲームに入っていて、俺が落ちてもまだゲームを続けている。一体何歳でいつ寝ているのか全くわからない人だ。ただゲーム歴は長く、みんなが頼りにしている。それなのにアドミスが来ていない。アドミスがいないと敵を倒すのがしんどい。確かにその通りだ。彼がいないとかなり苦戦するだろう。ところが仲間の一人が、アドミスさんは不眠症だったみたいだから、それにゲームばかりしていて鬱だって話も聞いてる。とうとう入院したんじゃね？この会話からゲームを続けているとゲーム脳になることを知った。とは言っても、だからどんな弊害があるのかは知らないし、知ろうとも思わない。俺のゲーム歴結構長いんだけどさ、急に消えるやつっているんだよな。ゲーム歴が長いというこいつは40代のおっさんだ。働きもせずにずっとゲームをしているところを見ると、おっさんニートなのだろう。ニートで引きこもり、いい年をしてみっともない。俺は笑っていた。おっさんのイメージはブクブクと太った武将ひげだらけで、ポテトチップを食べながらゲームばかりやっているという感じだ。働きもせずに家族に生活させてもらって、彼女もできず結婚もできない。言うことばかりはかっこいいけど、実際は何もできない豚野郎だ。キーボードを打つ手が止まった。俺は他人を笑っているが、自分も同じなのではないか。自分だって学校にも行かずに引きこもって、親が作ってくれたご飯を感謝することもなく食べて、働くわけでもなくゲームに没頭して、このまま年を取り、このおっさんのように彼女もできず結婚もせずに、もしも親が死んだら、いつかは俺よりも先に両親が死ぬ。そうなったら俺はどうしたらいいんだ。本当にこれでいいのか。こんな生活を続けていていいのか。そこまで思い至った時、俺は恐ろしさに体が震えた。そして今思い浮かんだものをすべて振り払うように頭を振った。そんなことがあるはずはない。今俺は17歳だ。17歳といえば高校生だ。高校生の俺が就職する必要はないんだ。だからこうしているだけのことで大学を卒業する年齢になったら、
俺だってちゃんと社会に出て働いて自分で生活するに決まっている。親が先に死んだとしても自分でちゃんと生活できているんだから何も心配はいらないんだ。そうだ、俺がそんな心配をする必要はないんだ。俺はこいつとは違う。不安が押し寄せる。決してもこれでいいのかと別の自分が語りかけてくる。俺はそれを封じるようにゲームに没頭していった。ある日、俺の部屋のドアがノックされた。夢うつつの中でなんで起こすんだと苛立ちが芽生え、うるせえと怒鳴った。するとドアの向こうから聞いたことのない声が聞こえてきた。元気だなあ。ゲームしてるんだって？おばさんから聞いたよ。どんなゲームしてるの？俺もゲームが好きでさ、ゆうたくんがしてるゲームのこと教えてよ。ドアの向こうの声は母親の知り合いなのか、自分のことを覚えてないのかと笑っていた。どうやら親戚のお兄さんのようで、今は大学3年生だという。そして好きなゲームは RPG。俺はお兄さんの話に興味が出てドアを開けた。お兄さんはニコニコと笑いながら俺の部屋に入ってくると、部屋の中を見回してパソコンに目を留めた。へえ、これが君の世界を開く扉か。世界を開く扉。確かにそうだ。しかし今まで誰もそんな気の利いたことは言ってくれたことはない。どんなに俺にとって大事なものでも大人は否定してきた。そんなものをやってるからダメになる。お前は間違っている。結局どんなにその世界が素晴らしくて俺を必要としてくれているのかを語ったところで、両親を納得させることはできなかった。何のゲームしてるの？お兄さんからそう言われて、俺はパソコンを起動させた。ああ、これか。これはハマるよな。そう言って笑う。俺はこの人はこっち側の人間なのではないかと思った。しばらくの間、ゲームの話をして過ごした。いつもなら眠くて起きていられない時間だというのに、俺の頭はさえ渡っていた。この世界がゆうたくんの求めている世界なの？まっすぐに俺を見てそう聞いてくるお兄さんの目は真剣だった。求めている世界、果たしてそうなのだろうか。こんなことじゃダメだと何度も抜け出そうとしながら抜け出せずにいる世界。夜通しゲームをして目が覚めている間中、ひたすらゲームの世界で動き回る。しかし現実の自分は全く動くことはなく、根が生えたように椅子から立ち上がることをしない。トイレですら行くのがもったいないくらいに、俺はゲームの世界で生きていた。生きるか。本当に生きてるの？お兄さんがそう聞いてきながら椅子を持ってきて俺の前に座った。そして俺の顔を覗き込んできたのだ。本当に生きているのか。いや、これが生きていることになるとは思っていない。本当はさ、こんなことしてたらダメなんだって分かってるんじゃないの？自分がダメになるって分かってるからこそ、その怖さを消すためにゲームにのめり込んでるんじゃない？そしてパソコンをつけたまま眠る。その時には今日も何もしなかったことに後悔が湧く。湧くなんてもんじゃない。押しつぶされそうになる。その通りだ。あまりにもその通りすぎて、どうしてこの人がそんなことを言い当てることができるのか、俺はお兄さんに聞いた。どうしてわかるのかと。すると
お兄さんは自重気味に笑うと話し出した。俺もゆうたくんと同じだったからさ。学校がつまらなくて毎日毎日ゲームの世界に逃げていた。しまいには学校に行くこともやめてひたすら画面の中の自分を追いかけていたよ。ゲームの中の仲間は俺を必要としてくれる。現実の俺は誰にも必要とされないのに。だからゲームの中こそが自分の居場所なんだと思い込んだ。その通りだ。お兄さんも俺と同じ気持ちだったのか。でもな、ある時思ったんだ。本当にゲームの中が居場所なのかなって。それこそいつまでもこんなことをしていたらゲームの世界から抜け出せなくなって30になっても40になっても今と変わらないんじゃないかって。怖かったよ。ものすごく怖かった。やめようともがけばもがくほどまるで沼に引きずり込まれるような気がして、それに現実世界から逃げた自分が果たして現実世界に戻れるのかとも思った。答えはノーだ。周りはゲームの世界以上に敵ばかりだ。俺を傷つけようとする敵ばかりだと本当に思っていた。だからといって矢を射ることも鉄砲を持つこともできない。こんな怖いことが他にあるのかと思うほど怖くてね。でもな、ある時思ったんだ。このままだと母親が泣いたままになる。俺のために笑うこともできずに毎日暗い顔ばかりして、もう一生そのままになるんじゃないかって思ったんだ。どんなに物事が分かっている大人に説得されても俺の耳に入ってこなかったのに、母親の顔から笑顔がなくなったことに気がついた時が一番つらかったな。自分がしていることで大好きな人を苦しめているのかって気がついちゃったんだよ。それともしかしたら一生このままなのかもって思った時、めちゃくちゃ怖くなってさ。遠くを見るような目をして語るお兄さんはまるで俺と同じだ。そのお兄さんがどうして今ここにいるのか、ゲームの世界から抜け出すことができたということなのか。その通りだよ。いや、完全に抜け出せたのかと言ったらどうなのかな。わからないな。ゲームから離れて3年になるけど、今でも辛いことがあるとゲームがしたくなる。そう言って笑うお兄さんにそんな時はどうするのかと聞いてみた。それは何度もゲームをやめた自分をシミュレーションした時に持った疑問だったからだ。戻りたいとどんなに思っても戻れないのさ。課金して得た武器も何もかも捨てたし、ID も放棄した。もうあのゲームに戻ることはできない。戻るとしたら一からスタートだ。そんなのバカバカしいだろ。確かにそうだ。ここまで武器を揃えたからこそ仲間が認めてくれている。武器もない新人に助けを求めることはしない。かといって別のゲームに入ろうと思ってもそこでも新人だ。プライドが許さないよ。それと一番大事なことはパソコンがないってことだな。俺はうつむきがちだった顔を上げお兄さんを見た。お兄さんはうんとうなずきながらそうだよと言った。どうやらゲームの世界を抜けると決めた時にパソコンの電源が二度と入らないように壊したらしく、今自分が持っているのはスマホだけだという。もちろんスマホでもゲームはできるが、パソコンでやっていたゲームに比べると迫力がなさすぎるということだった。そんな話をしているうちに時計は午後を指していた。お兄さんはそれに気がつくと、飯はちゃんと食った方がいいぞと言って部屋を出て行った。
お兄さんが何のためにこの部屋を訪れたのか、決してゲームをやめろとは言わなかった。まるで思い出を語るように淡々と自分の経験を語っただけだ。やめろと言われれば反発もする。しかし何も言われないと逆に考えてしまうもので、俺はお兄さんがいなくなった部屋の中で一人カーテンから差す午後の日差しの中、ぼんやりと今の会話を反芻していた。このままではいずれ廃人になる。いや、俺が廃人になるはずがない。しかし廃人にならないまでも結局は働くこともできずに親に寄生して生きる引きこもりのニートになるのは目に見えている。俺が散々笑ってきたおっさんニートだ。そんな現実が見えたとき、俺は恐怖を覚えた。お兄さんのようにゲームの世界から抜け出せたらどんなにいいものか。しかしそんなに簡単なものじゃないのは分かっている。どうしたらいいのか。俺はパソコンの前に座ると無意識にゲームへとログインしていた。それからはお兄さんに言われた言葉が頭から離れず、ゲームをしながらも頭のどこかで別のことを考えていた。やめたい、やめられない、やめたい、やめられない。そんな中、夢を見た。いつものようにゲームをしている自分をもう一人の自分が見ているのだ。そしてもう一人の自分が俺をバカだと笑っている。気がつけばパソコンの前にいる自分は不精ひげを生やし、ぶよぶよに太った中年男になっていた。風呂にも入らず夜通しゲームをやり、仲間から蔑まれていることにも気がつかず、自分がこの世界にどれだけ長いこといるのかと語っていた。しばらくすると場面が変わり、家の中はゴミだらけの状態だった。誰もいない家の中、俺は台所へと入っていった。だが廊下もゴミだらけで食べるものなどなく、白い小さな箱が2つ仏壇に置かれていた。どうやら両親の遺骨のようだ。両親が亡くなってからどのくらい経つのか、両親の遺骨が並んだ棚の上は物であふれていた。空腹が押し寄せ、何も入っていない冷蔵庫を開け、悔しそうにドアを閉めた。買いに行きたくても中学生の頃から部屋から出ず、欲しいものがあれば母親に買いに行かせていた俺は一人で買い物に行くこともできないらしい。スーパーに行ったところでセルフレジのやり方もわからない。結局食べ物がない状態で空腹を抱えてへたり込んだ。俺はそんな俺を見ているうちに恐怖を感じ、悲鳴のような声を上げて目を覚ました。これが俺の未来だというのか。俺は体中に嫌な汗をびっしょりとかいていた。あの夢から3ヶ月、俺は暗く沈んだ両親の前にいた。父さん、母さん、今までごめんなさい。俺はゲームの世界にいることがいいことだとは思っていないけど、抜け出ることができなかったんだ。ゲームの世界しか俺を認めてくれる人がいないと思い込んでいた。でもこんなのは間違ってる。だからさっきゲームの電源を抜いてきた。ID も消してゲームを退会した。でもどうしてもパソコンを壊すことができないんだ。だから俺の目に触れないようにパソコンを処分してほしい。そう言うと父親も母親も驚いたような表情を浮かべたが、次の瞬間には母親が涙を流していた。やっと気がついてくれたのね。そう言って泣いているのだ。
お兄さんの言葉を思い出した。自分のせいで大好きな人が苦しんでいた。同じだ。俺も同じように大好きな母さんを苦しめ、大好きな父さんを苦しめていたんだ。わかった。すぐにでも処分しよう。そう言うと、俺の部屋に入り、そのままパソコンを持って外に出て行った。あのパソコンがどうなったのかはわからない。だが、俺を長い間縛り付け、苦しめてきたパソコンはもう俺の部屋にはなく、パソコンがあったところだけ埃がなかった。まるでそこにパソコンがあったことを強調するかのように、埃でできた形が俺に語りかけた。今なら遅くはない。戻ってこい。俺は手のひらで机の上を払いのけた。するとパソコンのあった形跡は消え、そこにはたくさんの食べかすがあるだけだった。あの日から俺は徐々に自分を変えていった。一人では戦えない自分の中の自分だが、お兄さんに助けてもらいながら頑張ることができた。ゲームから抜け出し2年が経った今、俺は俺のように苦しんでいる人のために俺の経験を生かせたらと思い、ボランティアをしている。ゲームの世界から抜けられない少年や少女、その家族が救われるためならば、俺の苦しかった過去をさらけ出し、手を差し伸べ続けたいと思う。いかがでしたでしょうか。このカードは懸念していたことが現実になり、予期せぬ妨害が入りそうであることを暗示しています。しかし現状を変えられず、無力さや脱力感にとらわれていても、頑なな態度を反省し、周囲の助言に耳を傾けることで未来は開けるとも伝えています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。